UJIIE でございますね。私のこのヤマハステージピアノ CP8873 のね、ムービーも見てもらったかと思いますけど、今回はねこの CP で弾くいろんな名曲のあのサウンドをどうやって作るのかとね。 CP こういろんなつまみとかねいろいろありますけど、実はねいろんなサウンドメイキングができるんですけど、そこのところをねじっくりお教えしたいと思うんですけど、1曲目っていうか最初に弾いたこのね、クイーンボヘミアン・ラプソディ風ですけど、この音ね実はあの曲のねあのサウンドなんですけど、まずね紐解いてみると普通にね、CFX の音を使ってますけど、この辺は好みでもいいんだけども、普通にピアノの音ですね。こうでしょ。でね、あれ原曲をよく聞くとね、後ろにねうっすらとパッドがあるんですよ。これをねこのサブ緑色のサブカテゴリーのところで少し入れてあるの。少しあまり入れすぎちゃうと目立っちゃうんで、この控えめにこれぐらい、10時ぐらいの方向、これぐらい入れるのがポイントね。でやっぱりねこうしっかりと力強く弾くこと、これはポイントね。そうするとこの豊かな広がりとパッド感がねこううまく広がってくれるんだよ。でリバーブもほんのちょっと入れてやってもいいんじゃないかな。ね、あの時代ってスプリングリバーブだったりプレートリバーブだったりするんだけど、ほんのちょっと広がり感を入れてやるとね。同様にね、例えばトトのロザーナとかね、もうこういうちょっとパッドが入った感じのピアノサウンド。実は後ろにパッドいるのよ、こうやって。これがね隠し味なんで、こういうのが非常に大事ですね。次はね、ジョン・レノンのイマジン風の料理をしてみようと思うんだけど、あの時代、1970年初頭71年ぐらいだと思いますけど、レコーディング技術もまだねテープでそんなにハイファイじゃなかった頃なんだけども、こういうねこういうフレーズですよね。あれねプロモーションビデオを見た人もいるかもしれないけど、アップライトピアノなのよ。もうこれだけで雰囲気出てくるんだけど、でこのねトーンコントロール使うとね中低域の膨らみがねぶわっと出てきて、ちょっと古臭い感じがね出てくるんですよ。そこでこっからの料理なんだけど、あれね結構すごい世界観、空間系の世界観があって、まだハイファイだな。ここでねイコライザーオンにします。はい、削りますもう全部削っちゃおう。もう雰囲気出てきた。次にねディレイ、アナログディレイを加えます。アナログのいい感じ。これあの時代もうデジタルディレイなんかないからね、これでなきゃいけない。で深いリバーブをかける。これで OK。 こうすると次のピアノはね、私も好きなシカゴのサタデー・イン・ザ・パーク風。これね、こういうこんな感じの音でしたよね。であの時代もね、割とあれも70年代、中期以降って感じなんだけど、割と小型のピアノのイメージなんだよね。ここで言うと S700、この感じ、ちょっとブライトな感じでしかもちょっとコンパクトにまとまってる感じなんだけど、
でこれでちょっと EQ でちょっと早上げにして、でもねこの感じのなんかねアコピー独特のこのなんつうの広がり感が出ちゃってるんだけど、ここでねこの潰れた感じをコンプレッサーで出すわけですよ。これ実はねこれ非常に重要で、聞いててねこれね、これがコンプかかった状態、こっちだとなんか歯切りが悪いでしょ。でもコンプ入った途端にもろにこのサウンドになるわけですよ。コンプも強力ですね、こういうリズムバッキングね。でこれができたら、さっきのともそうだけど、このストアボタンを押してやればこのライブセットにそのままドンと入るわけです。エンタープレスエンターね、これでドンってやってやるとコンプリート。ここで今のサウンドがこの12の1に入りました。超簡単ですね。こんな感じでライブセットを埋めていこうと思いますね。シカゴの素直になれなくて有名ですね、これね。このサウンドね、やっぱりね CFX のこの音なんですけど、ちょっとねダンパーレゾナンス入れようかな。ダンパーレゾナンスというとペダルを踏んだ時のこのね共鳴板の響きが出ますね。素直ないい音ですね。これにね素直になれなくての音はねエレピが加わるわけ。このね78年のローズ、ちょうど曲も、この頃の年代ですね。78年9年ぐらいの感じだと思いますけど、これにねコーラスをかけるわけよ。ここのコーラスセクションね。いいね。ステレオのコーラスでちょっとスピードを緩めにして、そうこの感じこの感じ。ちょっと EQ でもローがちょっと多すぎるんで少なめにして、ハイもちょっと下げめにして、トーンでこうトーン絞った方がローが抜けますね。でこれで CFX と足すわけ。もう同じですね。でリバーブもちょっと入れてやる。こんな感じかな。うわいいね。であまりタッチを強くなくで優しいタッチで。もう決まりですね。次はねバネッサ・カールトンのサウザンドマイルズ風のねこのこれですね。で途中でこういうとこなんですけど、ここでねストリングスがこう一緒にレイヤーしてくるんですよ。でここでストリングスね、サブのところのもうリアルこのナチュラルストリングスこれでちょっとリバーブを入れてやって、いい感じ。ちょっとね EQ でローとハイを削る感じ。こんな感じで、ポイントはねここのところいらないんですよ。いらないのこの時は。じゃあ消すといいね。ですぐにここに行きたいんだけど、その時じゃあこれ入れりゃいいかと。
なかなかねできないじゃないですか。ここにねスイッチがあってやりやすいとはいえ、そこでね私が取り出しましたこのフットコントローラーですけど、これはねフットコントローラー1に割り当ててらねいるんですけど、この状態でねセッティングを押して、これねアドバンスとかコントローラーとかネームとかファンクションとか、ね、マスターキーボードとかありますけど、ここのコントローラーズのとこ行くわけで、フットコントローラー1につないでるからフットコントローラー FC の1アサインね。でここで今何もしないとエクスプレッション全体のエクスプレッションペダル、ボリュームになってますけど、これをね回していくとこの S のボリューム30番とか S のボリューム S ってこれの S のことですね。サブのボリュームにエンターになります。そうするとこれでこうなるわけ。作った音を例えば普通の時にはこういうことができるわけですね。最高です。次はねこれもアコピいきますけど、アコピの音をそのまま使うんじゃなくていろいろ加工した時代があってね、例えばねジャーニーの「Don't Stop Believing」風とかね、この曲なんですけど、あの曲の特徴的なのはこのアコピの音にアコピもうちょっと張りのある音、トーンを動かすとねいい感じにこう張りが出てきますけど、この感じ。これにダンパーレゾナンス見るよね。コーラスなんですよ。この時代コーラスエフェクトをかける。それによりちょっとリバーブも薄くハイリーノで EQ でちょっとローカットしと、そうするとこの時代のアコースティックピアノをもうこういう加工をする、コーラスエフェクトをかける。これで有名なのがこの曲もそうだよね。ホール&オーツの「Kiss on My Wrist」風ね。これも全く同じですね。次はねスティービー・ワンダーのね「You Are the Sunshine of My Life」、これ言ってみようと思いますけど、あの時代、これも1970年代初頭ですけど、当然ローズの音ですね。で CP ねにはもういろんなローズの音入ってますけど、やっぱ71年頃だと思うんで、この78年の新しいローズではなく、73年だな、73年のフェンダーローズで、これもやっぱりタッチでね非常にタッチレスポンスつくんだけど、これ優しいタッチでやっぱね弾いてほしいですね。この感じです。でポイントはねこのねオートパンなんです。これでこれ
の感じですよ。もう普通にオートパン入れて73年選ぶだけであのサウンドができてしまうっていうのが素晴らしいですね。じゃあ次はねビリー・ジョエルの素顔のままで。これも有名なイントロですよね。ローズですけどこれもね。で重要なのはやっぱりねフェイザーなんですよ。ここでフェイザーを使います。フェイザーここにありますね。フェイズの1これだな。フェイズの2だとちょっとね深い、やっぱフェイザーの1がいいな。でポイントはねあの時代やっぱこれも70年代前半なんで今78年のローズなんだけども、ポイントはねこの73年のフェンダーローズ、これでフェーザーかけて同じこれなんですよ。でね、あの時代やっぱフェンダーのローズのスーツケースなんだけど、もうレコードっていうかねもうビリー・ジョエルのバージョンを聞いてみるとね歪んでるんですよ、微妙に。その歪みがまたねいい味を出してんだけど、ここでねドライブ入れます。ドライブ入れると当然歪むんだけど、これをね一番小さくしてこれでもガーッて歪むんだけど、これで弱いタッチで弾く。これがポイントね。で多少リバーブをほんのちょっと入れると最高です。ドゥービーブラザーズのねマイク・マクドナルド、私もう超好きなんですけど、この時代のねこの時代ですけど1978年の末79年の頭ぐらいだったと思いますけど、その中のね A 面の3曲目A 面ですから、その時代レコードだったんでね、ミニットバイミニットっていう曲があって、そのローズがねもう最高なんですよ。これでねあとフェイザーです。フェイザーをフェイザーの2でねちょっと深めなんだけどちょっとスピード遅めで使うというね。これでリバーブをちょっと入れてやるとこの世界ですよ、最高。同年代にね 10cc っていうバンドがあって、I'm Not In Love という曲がね超有名でしたけど、この同じくこのフェイズのかかった、ローズノートを使うんですけど、これにねクワイヤコーラスがね加わるんですよ。それをね入れてみたいなと。でさっき使ったペダル技でねやるわけですよ。これをこれですよ。ローズといえばねもう一つ音作りのポイントではやっぱりねこのフェーザーもいいんですけどコーラスなんです。マッチングがいいんだよねコーラス、特に78年
頃のその70年代後期から80年代初頭、これにねコーラスをかけるわけ。もうこれだけでもこの世界観ができるね。で例えばねホイットニー・ヒューストンの「Saving All My Life for You」なんかはリバーブかけてちょっとハイを上げてやってこんな感じ。これですね。このサウンドはね当然邦楽でもね松任谷由実のノーサイド風とかね、例えばもうバッチリバラードにはもう定番ですね、このコーラスとね78年ローズ。クイーンのねベストマイフレンズ、これウーリッツァーなんですけど、ウーリッツァーってねこうね、これ生の音で非常にいい音ですけど、結構ねレコーディングではね加工するんですよ。特にねこのウーリッツァーのブライト良くて、でトーンでトーンを絞り目にしてちょっとローを削って、 EQ でもハイ上げにしてローを削って、こんな感じなんでね。でねポイントはねコンプ、コンプかけてないとでコンプ入れると非常にシャープな音になるわけで、お好みでドライブ入れてね非常に張りのある音になるね。ドライブ入れていい感じだね。あと例えばダニー・ハサウェイとね「What's Going On」とか。コンプが肝ですね。じゃあね最後にね、いろいろ組み合わせてやってみたいと思うんですけど、DX エレビ、これ使ってみようと思うんですけど、 DX エレビってねこういろいろラインナップがねあるわけですよ。いい音だね。で「I always love you」ホイットニー・ヒューストン、これ言ってみようと思うんだけど、これいいなこれ。これもいいね。でなるほどね、このレジェンド、この DX をね、この DX レジェンド01の音色と DX フルタインっていう音色、この音色と DX レジェンド、これ2つ使いたい、2つ使って混ぜたいという時に DX ってここにしかないじゃない。これがね困るわけですよ。そこで、このね今やろうと思ってるホイットニー・ヒューストンの「I always love you の」ところはアコピは使わないんで、じゃあ DX エレピをね2つ使いたい、違った種類をね、これをねこのピアノに実は持ってくることができるんですよ。普通ピアノ選ぶとグランドピアノ、アプライト、 CP とかレイヤードピアノって選ぶだけなんだけども、実はですね私発見しました。このセッティングでね、でアドバンスドスイッチにしてね
ピアノと EP とサブありますね。ピアノグループをこれオンにします。そうするとこう電気消えたの分かるかね。オフオンにしますね。そうするとこう消えるわけ。そうすると何ができるかというと、ここのところでですね、アドバンススイッチによってピアノのグループのところでこう選ぶの分かりますかね。こういくとピアノ以外の音色が選ばれてるの分かる？こうやってガンガンいってますね。ここで ほら DX グループとか言いました。私がやりたかったのは DX フル単位と F 単位と DX レジェンド2つを混ぜる。もう太くなりますね。でこれこうなった状態でさらにコーラスかけれるわけ、両方に。しかも違ったコーラスを、こっちのコーラスとこっち側にもコーラスがあるんで、違ったコーラスをかけると多層の感じ。もう完璧。これでリバーブを深くしてでさらにパッド、シンセパッドを加えるわけよ。これもう最高で、これをね、せっかくフットペダルがあるんで、フットボリュームでサブのボリュームをね、フットコントロール、フットボリュームでコントロールします。この場合もさっきもやりましたけど、セッティングのコントローラーズのところに行って FC の1、これをサブのボリューム S のボリューム、これにしてやるわけ。そうするとこのボリュームペダルでこうできるわけですよ。そうするといいね。これができるわけですよ。同様にシカゴのね、ハードハビットトゥブレイク、これね、